おはようございます。たかしです。本日は12月3日火曜日、ただいま11時17分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからやっていきます。昨日も陰線でここのところずーっと連続の陰線ですね。一度陽線この辺りで1本入っているんですが、基本的にはずーっと陰線で強い下落だということがわかります。そしてここに引いてあったオレンジのトレンドライン、これも昨日の下落で下抜けてきましたので、基本的にはここからこういう動き方をイメージしておくといいと思います。ここまで下落するかどうかはわかりませんが、基本の動きとしてはこういう動き方というところを見ておいてください。現在は GMMA の青帯が結構上の方、ここにあるんですね。ですので、この辺りまで戻してくるかもしれない。そう考えると、この辺ですので、193円とか、194円とか、その辺りまで戻してくる可能性もあるんですが、基本的には今、トレンドラインを下抜けたので、一度上昇後の再下落という、こういうイメージを持っておくと、トレードの方向がわかりやすいと思います。では、4時間足です。4時間足はこの黄色のゾーンを下抜けてきたんですね。先ほどのトレンドラインも下抜けて、そして過去のサポートゾーンとして考えていたこの黄色のゾーンも下抜けました。ただし、すぐ下にある水平線で引っかかっておりますので、本日ここから反発できるかどうかなんですが、これ GMMA の向きを見ていただいてもわかりますが、基本的にはずっと下落中ですので、こういう風に上がっては下がって、上がっては下がってっていうことを繰り返してますので、じゃあ本日の動きはこういう動きがイメージできますね。ですので、一旦の上昇を待って、そこからの戻り売りという考え方を持っておくといいと思います。ただ GMMA の青帯にここのところずっとまだ接触していないんですよね。ですので、もしかすると大きめの上昇してくるかも。GMMA の青帯付近まで上昇後の下落という、こういう動き方ですね。この動き方も考慮しておくといいと思います。では、1時間足です。1時間足も GMMA の青帯からの下落っていうのを過去からずっと繰り返してます。ここちょっと上抜けてますが、ここも GMMA の青帯、この辺りから揉み合って、ここに3層みたいな形を作って下落してきてますね。そしてここも揉み合ってからの下落、GMMA の青帯に接触してからの下落っていうのも昨日の動き。ですので、基本的に GMMA の青帯に接触すれば下落っていうのもずっと繰り返しておりますので、本日も今 GMMA に近づいてきておりますが、ここからこういう動き方ですね。GMMA に接触するところ、この辺りを見ておくといいと思います。ただ、そこまで上がってくると、この黄色のゾーンの中に入ってくるんですね。ですので、この辺りっていうのは強めの反発上昇するかもしれないと、先ほど4時間足の GMMA 付近まで戻すかもしれないという話をしましたが、そうするとこの辺りを突き抜けて大きめの上昇するかもしれませんので、その辺を見ておくといいと思います。基本的には上がったところから売っていくという戻り売りなので、黄色のゾーン付近からの下落、もしくはこの赤い水平線 191.3 付近からの下落を見ておきたいです。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も GMMA の青帯の今下に入ってきておりますので、基本的にはここは上値が重い、つまり上昇したところは売られやすいという、こういう動き方をイメージしておきたいです。ただ、ストキャスティクス安値圏にありますので、短期的には上昇を見ておきたいですね。一旦の上昇。ですので、GMMA の青帯付近まで戻してくる。そこからの下落という、こういう動き方なので、本日は上昇方向を見ておくといいかもしれません。では、4時間足です。とは言っても、GMMA の青帯は下向きですので、下落トレンド中なんですね。GMMA の青帯、こんな傾きですよね。ですので、基本はこういう風にずーっと下落。昨日も上がったところ、結構強めに上昇したんですが、全戻して、しかも安値を更新してきておりますので、本日も同じ動きをイメージしておきたい。つまり上昇したところからの下落ですね。こういう動き方。そしてその下落が昨日の安値を更新できるかどうかっていうところを見ておいてください。こちらも GMMA の青帯までちょっと距離がありますので、そう考えると152円付近まで上昇してくるかもしれませんが、基本的には GMMA の青帯からの下落。ですので、上がったところから売っていくっていう戻り売り。こういうスタンスで考えておく方がいいと思います。もちろん、先ほど日足で言ったように、本日は上昇方向に動くかもしれませんが、トレードの方向としては戻り売りでやる方がやりやすいとは思います。では、1時間足です。こちらもポンド円と一緒ですね。ずーっとこういう下落トレンドを作ってきております。昨日も安値を更新してきている。そして現在は GMMA の青帯付近まで上昇してきましたので、昨日と同じ、ここ、GMMA に接触して下落っていうところを見ておきたい。本日も現在今 GMMA に接触してきておりますので、この辺りからの下落のイメージを持っておく。そして GMMA 超えてきてもこの赤い水平線の 150.8 付近は意識されてくると思いますので、その辺りからの下落をイメージしておく。逆にこの赤い水平線を上抜けてくると、戻り売りは一旦様子見する方がいいと思います。本日は上昇方向から始まってますが、基本的には上値が重くなってくると思いますので、押し目買いでやるよりも戻り売りでやる方がトレードはやりやすいんじゃないかと考えてます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。
ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝コーチの相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。